本日のニュース一覧です。1、米陸軍、韓国製 K9MH を試験導入へ、牽引式 155mm 榴弾砲 M777 後継。2、日本の防衛省が潜水艦発射、極超音速ミサイルの開発を2027年度から開始する方向で検討。3、インド海軍、次期潜水艦計画、プロジェクト 75I がようやく最終承認の段階。世界のミリタリーニュース。新防衛研究チャンネルのセカンドチャンネルである当チャンネルでは世界の軍事関連ニュース、軍事テクノロジーについてお届けしていく予定です。不定期投稿となりますので、チャンネル登録、ベル登録をしていただけると最新コンテンツがお知らせされますので、ぜひご検討ください。それではコンテンツをお楽しみください。米陸軍 K9MH を試験導入へ、牽引式 M777 後継。アメリカ陸軍が韓国の K9 自走榴弾砲をベースに開発された新型双輪自走榴弾砲 K9MH を試験導入することを決定しました。アメリカ陸軍は2026年8月18日、次期 155mm 自走砲計画 MTC モバイルタクティカルキャノンの試作車両としてハンファディフェンス USA の K9MH を選定しました。契約では、まず6両を導入し、さらに12両を追加できるオプションが設定されており、最大18両がアメリカ陸軍による試験に使用されます。契約総額は、オプションを含め、最大2億6290万ドル、約390億円で、最初の K9MH は、2026年秋にも引き渡される予定です。これは、現時点では量産採用ではなく、兵士による実践的な運用試験を行い、性能、信頼性、整備性などを評価するための試験導入です。しかし、K9MH は MTC 計画の次段階へ進むシステムとして単独で選定されており、試験に成功すれば、アメリカ陸軍への本格採用につながる可能性があります。MTC 計画の目的は、歩兵旅団戦闘団やストライカー旅団戦闘団などで使用されている 155mm 牽引榴弾砲 M777 を、より機動力と生存性に優れた双輪自走砲へ置き換えることです。アメリカ陸軍が想定してきた MTC の最大調達規模は498両に達します。ウクライナ戦争では、ドローンや対砲兵レーダーによって砲兵陣地を発見し、短時間で反撃する能力が大幅に向上しました。このため、砲撃後も陣地に残って撤収作業を行わなければならない牽引式火砲は、対砲兵射撃やドローン攻撃に対して脆弱になっています。アメリカ上院軍事委員会も M777 のような牽引式火砲では装填、弾薬運搬、再補給などに大きな人的負担がかかり、部隊が同じ場所に止まる時間が長くなることで、対砲兵射撃や無人機に対する危険性が高まると指摘しています。そこで、MTC では、砲撃後すぐに移動するシュート&スクート能力と自動化による少人数運用が重要視されています。K9MH は、韓国のハンファエアロスペースが開発した K9 シリーズの技術を双輪車両へ移植した自走榴弾砲です。名称は K9 を使用していますが、通常の K9 のような早期式車体ではなく、チェコのタトラフォース第3世代 8×8 車体に K9A2 をベースとする自動化砲塔を搭載しています。主砲は52口径 155mm 砲で、装填を自動化することによって、乗員は車長、砲手、操縦手の3人まで削減されています。K9MH は最大40発の 155mm 砲弾を搭載できるとされ、52口径砲によって39口径砲を使用する M777 より長射程化することも大きな特徴です。さらに、ハンファエアロスペースは将来的に K9MH へ58口径砲を搭載し、精密誘導砲弾などを使用した場合には、最大約70キロの射程を実現する構想も進めています。アメリカ陸軍は MTC について単に M777 へ車輪とエンジンをつけるような計画とは考えていません。
自動装填、デジタル射撃統制、迅速な陣地転換などを組み合わせ、少ない兵員で射撃して短時間で離脱できる新しい砲兵システムへの転換を目指しています。今回の選定までには、ドイツのラインメタルによる RCH-155、ジェネラルダイナミクスランドシステムズによるピラーニャ 10×10 ベースの自走砲、BAE システムズのアーチャー、イスラエルのエルビットシステムズによるシグマ155など、複数の自走砲が候補となっていました。その中から、アメリカ陸軍は、次の試作、部隊実験段階へ進めるシステムとして、K9MH を選択したことになります。もう一つ重要なのが、K9MH のアメリカ国内生産です。ハンファディフェンス USA は、アラバマ州オペライカに、K9MH の統合、試験拠点を設置しており、将来的には、アメリカ国内を中心とした製造、供給網を構築する方針です。K9 シリーズは、すでに世界で2500両以上が配備されており、韓国だけでなくポーランド、ノルウェー、フィンランド、オーストラリアなど多数の国で採用されています。アメリカ陸軍にとって K9MH の利点は、こうした大量生産実績を持つ K9 シリーズの砲システムを利用しながら、戦略機動性に優れる装輪式へ変更できることにあります。特にストライカー旅団のような装輪車両を中心とする部隊では、牽引式 M777 から自走式 K9MH へ変更することで、射撃後の陣地転換を大幅に高速化できる可能性があります。ただし、最大498両の K9MH 採用が決定したわけではありません。アメリカ陸軍は、今回導入する試作車を実際の兵士に使用させ、戦闘を想定した環境で、性能、信頼性、整備性などを検証した上で、将来の量産について判断します。アメリカ陸軍は、これまで、クルセイダー、ノンラインオブサイトキャノン、ERCA など、M109 パラディンに続く新世代砲兵システムの開発で、計画中止や方針変更を繰り返してきました。今回の MTC では、新しい自走砲をゼロから開発するのではなく、すでに実用化された技術を利用して、短期間で部隊へ導入する方向へ大きく転換しています。K9MH が部隊試験を突破して、最大498両規模の量産へ進めば、アメリカ陸軍の旅団砲兵は、M777 を中心とした牽引式火砲から、装輪自走砲を中心とした高機動砲兵へ大きく転換することになります。防衛省が潜水艦から発射する新たな極超音速ミサイルの開発を2027年度から開始する方向で検討していると報じられました。アーミーレコグニションが共同通信などの報道をもとに伝えたもので、実現すれば、日本は潜水艦の高い隠密性とマッハ5を超える極超音速兵器を組み合わせた新たな長距離打撃能力を獲得することになります。ただし、現時点では開発段階の構想で、射程、推進方式、弾頭、飛翔方式、発射方式、搭載する潜水艦などの詳細は明らかになっていません。今回の構想は突然登場したものではなく、防衛省はすでに潜水艦発射型スタンドオフミサイルと潜水艦への VLS 垂直ミサイル発射システム搭載を進めています。防衛省の防衛力整備計画では、潜水艦に VLS を搭載し、スタンドオフミサイルを運用できる垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指すことが明記されています。さらに、2023年には、三菱重工業と潜水艦発射型誘導弾の開発契約を締結しており、2026年度予算では、潜水艦発射型ミサイルの取得に160億円が計上されています。これとは別に、防衛省は、マッハ5を超える速度で飛翔して、迎撃を困難にする国産極超音速誘導弾の開発も進めており、2031年度までの開発完了を目指しています。アーミーレコグニションは、今回報じられた新型兵器の具体的な技術構成はまだ不明としながらも、日本が進めてきた潜水艦発射型長射程ミサイルと極超音速ミサイルという2つの技術が将来的に結びつく可能性を指摘しています。潜水艦発射型の最大の利点は、発射地点を相手に予測させにくいことです。
地上配備型の長距離ミサイルは、発射部隊の位置を偵察衛星や無人機などで監視される可能性がありますが、潜水艦は水中を移動しながら発射位置を変更できます。そこから極超音速ミサイルを発射できれば、相手側は発射母艦の位置を事前に把握することが難しく、発射後も高速で飛来するミサイルへの対処を迫られることになります。一方、長射程化すれば、潜水艦だけで攻撃できるわけではなく、遠距離にある目標を発見、識別、追跡し、その情報を潜水艦へ安全に送る能力も必要になります。このため、アーミーレコグニションは、衛星、無人機、航空機などから得られる情報を潜水艦へ伝達するセンサー2シューター能力が、この兵器の実際の価値を左右すると分析しています。日本は、トマホーク、12式地対艦誘導弾能力向上型、高速滑空弾、極超音速誘導弾など、複数のスタンドオフ兵器を並行して整備しています。ここに VLS を装備した潜水艦と極超音速兵器が加われば、日本の反撃能力は、地上、艦艇、航空機に加えて、水中からも長距離攻撃を行える方向へ拡大することになります。特に、潜水艦は、位置を秘匿したまま長期間行動できるため、潜水艦発射型極超音速ミサイルが実用化されれば、日本のスタンドオフ防衛能力の中でも生存性の高い打撃手段となる可能性があります。ただし、今回報じられた計画と、すでに開発中の潜水艦発射型誘導弾や極超音速誘導弾との具体的な技術的関係については、まだ防衛省から詳細が示されていません。したがって、現段階では、日本が極超音速ミサイルを搭載した潜水艦を取得することが決定したのではなく、2027年度からその能力につながる新たな開発へ踏み出す可能性が報じられた段階となります。インド海軍が20年以上にわたって進めてきた次期潜水艦計画、プロジェクト 75I が、ようやく最終承認の段階に入りました。アーミーレコグニションが8月19日に報じたところによると、インド国防省は、総額約7000億ルピー、約1兆1900億円に達するプロジェクト 75I を、安全保障閣僚委員会、CCS へ送付しました。計画では、インドのマザゴンドックシップビルダーズと、ドイツのティッセンクルップマリンシステムズが協力し、3000トン級の通常動力型攻撃潜水艦6隻をインド国内で建造します。インド政府系資料やティッセンクルップマリンシステムズの発表でも、6隻の潜水艦をインド国内で建造し、ドイツから技術移転を行うことが、計画の重要な柱となっています。最大の特徴が、燃料電池式 AIP、非待機依存推進システムの搭載です。アーミーレコグニションによると、ドイツ製の高分子電解質膜型水素燃料電池を使用することで、浮上やシュノーケル航行を行わず、最大21日間連続して潜航できる能力が要求されています。通常のディーゼルエレクトリック潜水艦は、定期的にシュノーケル深度まで浮上して、ディーゼルエンジンを作動させ、バッテリーを充電する必要があります。この際には、レーダーや赤外線センサーなどに発見される危険性が高まりますが、AIP を使用すれば、長期間水中に留まることができ、潜水艦の生存性を大幅に向上させることができます。今回、ドイツ案が事実上、唯一の候補として残った大きな理由も、インド側が実際の潜水艦で運用実績のある AIP を要求したためとされています。計画では技術移転も重視され、一番艦では約 45% とされるインド国内製造比率を、最終艦では約 60% まで引き上げることが予定されています。単にドイツ製潜水艦を購入するのではなく、潜水艦の設計、建造、AIP などの技術をインド国内へ移転し、将来的な国産潜水艦開発につなげる狙いがあります。しかし、この計画には大きな問題があります。プロジェクト 75I の期限は、1999年に承認されたインド海軍の30年間潜水艦建造計画まで遡ります。当初は、外国の技術支援を受けながら、2系列で12隻を建造し、そこで取得した技術を利用して、さらに12隻を建造し、
合計24隻の通常動力型潜水艦を整備する構想でした。ところが、2026年8月現在、この構想から実際に完成したのは、フランスのスコルペヌ型をベースとしたカルバリ級6隻だけです。プロジェクト 75i についても2010年、2014年、2019年と承認や計画変更を繰り返し、ようやく現在の契約直前の段階まで到達しました。インドの NDTV も8月16日、約7000億ルピー、約1兆1900億円規模の契約について、最終的な CCS 承認が近づいていると報じています。ただし、2026年中に契約が成立しても、潜水艦不足をすぐに解消できるわけではありません。アーミーレコグニションによると、一番艦の引き渡しは、契約締結から7年後とされ、実際のインド海軍への収益は、2034年から2035年頃になる可能性があります。その頃には、現在運用されているシンドゥゴーシュ級やスシュマール級の多くが、艦齢40年前後に達します。つまり、インド海軍は新型潜水艦を増強するというより、まず、老朽潜水艦の退役によって発生する戦力低下を埋めなければならない状況です。インド洋では、中国海軍の潜水艦や水上艦艇の活動が拡大しており、インドにとって水中戦力の維持は重要な課題となっています。新防衛研究チャンネルセカンドのコンテンツはいかがでしたでしょうか。チャンネル登録、ベル登録、いいねをお待ちしております。メインチャンネルでは、ウクライナや中東の日々の戦況などを毎日配信しています。また、姉妹チャンネル、近藤機関では、構造で読み解くをテーマに、軍事、外交、政治など様々なことについて考察しています。お時間があれば、これらのチャンネルもご覧いただけると嬉しいです。